よしおです。今回は和歌山県の高野山にやってきました。まずは高野山奥の院に向かいたいと思います。奥の院までの参道は約 2km にわたって何百年も経た杉がそびえ立ち、そのそばに中世の武将から庶民まで20万を超す墓碑が並んでいます。奥の院は高野山真言宗の総本山である金剛武寺の一部で、真言宗を設立した弘法大師空海が民の安寧を願って現在も瞑想を続けていると伝えられています。実は数年前に四国のお遍路を歩きました。お遍路は同行2人という考え方があり、歩いている時は弘法大師も一緒についてきていると言われています。だからお遍路の最後に奥の院へ感謝のお礼に参りに来る方も多いのですが、私はその時気そびれてしまい、お遍路の御朱印帳の最後のページが空白のままでした。なのでその最後のページを埋めるべく、ここ高野山にやってきたわけなのですが、肝心の御朱印帳を持ってくるのを忘れました。姿見の井戸があります。井戸の中を覗き込んで自分の姿が水に映らなければ3年以内の命であると言われています。どれどれ、自分の姿が映っていたので、とりあえずあと3年は生きられそうです。お化粧地蔵です。お地蔵をきれいにしてあげると美人になれるという言い伝えがあります。僕はもう手遅れです。奥に見えるのが奥の院です。これより先は撮影禁止なので、カメラを止めてお参りしてから戻ります。高野山に来るのは今回で2回目です。初めて来た時は宿坊と呼ばれる宿泊施設のあるお寺で泊まりました。宿坊では夜は野菜だけで作られる精進料理を食べて、早朝にはお寺の朝のお勤めに参加してとても良い体験をしました。そしてその後に熊野古道を歩いて3日間かけて熊野本宮大社へ行きました。今回は普通にゲストハウスに泊まっています。高野山金剛三昧院は鎌倉幕府初代将軍の源頼朝を弔うために、その妻の北条政子が西暦1211年に建てました。災害から運よく逃れ800年前の木造建築が現在も残っています。前回ここに来た時に綺麗な色の手首に巻く組紐をいただいたのですね。不動明王に備えた後に渡されるその組紐は6年経った今でも私の手首にいます。同じような組紐が欲しくていろいろと探した時期もあったのですが、良いものが見つかりませんでした。一縷の望みを持って再度ここに訪れましたが、残念ながらもう組紐は配っていませんでした。悲しい。
余談ですが、ここ金剛三昧院も宿坊を持っています。高野山全般の宿坊に言えると思うのですが、どこも古い建物をうまく使っていて、素敵な大きな庭もついています。豪華な旅館とはまた違った趣のある空間なので、一度は泊まってみることをお勧めいたします。高野山金剛峯寺は800年頃に空海によって開かれました。空海は密教の教えを習得し、高野山を仏教修行の場として選び、その後密教の修行の拠点となり、真言宗の総本山として発展してきました。お寺内では豪奢な襖や日本庭園を見ることができます。あれはカモシカですね。まだ人の少ない早朝だったのもあると思いますが、高野山は山の中だけあってカモシカも現れるのですね。随分と遅くなりましたが、そろそろお昼ご飯にしましょう。山菜の釜飯とごま豆腐になります。高野山はごま豆腐で有名ですね。本当は豆ご飯が美味しくて有名な精進料理を食べに行く予定だったのですが、臨時休業していました。そこの豆ご飯が本当に美味しいんですよ。大豆を混ぜてご飯を炊いているのですが、大豆が大きくて甘いんです。前回食べた時に美味しかったので、もう一度と思ったのですが残念です。その次にごま豆腐で有名なところへ向かったのですが、こちらの方は出遅れたせいか、人がたくさん並んでいて諦めました。そしてこの店にたどり着きました。釜飯を食べるのは久しぶりです。
それにしてもごま豆腐がミルクのように濃厚で美味しい。精進料理は肉や魚を出せないので、代わりになる野菜料理は食べ応えがあるように料理されていますよね。だから肉や魚がなくても満足感は高いです。そろそろ下界に戻りましょう。先頭に乗って景色を楽しむことにします。山の中の電車だから秋はきっと紅葉が綺麗なんだろうな。着きました。そして次は奈良に向かいます。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。